関屋には祭りから収入を得る組とそうでない組が存在する。極東新政会2代目榎本組は金融業を営む。まだ夜が明けない頃、事務所に組員が大勢集まっていた。組長宮田勝彦は巨額な不良債権回収の対策に追われていた。組長は祭りのわずかな収入よりも億単位の金融業の方がよほど良いという。時計は午前6時を指している。組員は組長の指示を待つ。宮田組長は不良債務者を連れてこいと指示。直ちに組員は外へ飛び出す。組長の付き人都立正道も親分の指示を受けて不良債務者の自宅へ向かう。返済の取り立てはどのようにして行うのか、私たちは追跡をすることにした。不良債務者と呼ばれる人物は銀行から借金のできない人の代わりとなり、他人名義の土地を担保に高利貸しから金を借り、それをまた貸しする。そして高額な手数料を取るのである。ところがまた貸しした相手が返済しない場合は逃げるしかない。今回取り立てられる人物も同様である。当然住所も曖昧である。しかし2代目榎本組は確かな情報源を持ち、本人の住所はもう割り出してある。都立組員は債務者が自宅にいるかをまず電話で確かめる。渋谷のどこで会うか聞かねえけどさ、ねえ、やっぱりうちの事務所の人間にこの野郎バカ野郎って言われてさ、ねえ、本当に体取りに来ることになっちゃうじゃない。債務者は自宅にいた。都立組員たちは事務所から電話をしているふりをしてそばに来ていることを隠す。逃げられたらおしまいだからだ。債務者はマンションの302号室が自宅だという。すかさずマンションの3階へ向かう。このマンションは301号室しかない。302号室は存在しないのだ。彼らは周りの住民の目が気になり焦る。力でお前取りに行くぞ。お前もう下まで来られてんだからよ、往生しろよ。なあ、他の仇の人間もいるんだからよ、下まで来たら手出さねえから。なあ、他のここらの住民も立ってんだからよ。とぼけてるとお前一軒一軒聞きに行くぞ。パンチ全部出てこないとこガラス割ってお前侵入すんぞ。裏まで全部全部裏までもう裏まで全部固めちゃうんだからよ。なあ、もういい加減往生しろよお前。来んのか来ねえのかはっきりしやがれ。一向に外へ出ようとしない債務者。都立はある作戦を立てた。もうピンポンピンポンって下ろして。マンションのチャイムの音を電話で聞き出し、債務者の家を割り出す作戦である。おい、てめえ何やってんだこの野郎。何が行くんだこの野郎。お今ピンポン鳴らしたとこはそう。今ピンポンって鳴らしたとこそうだから。鳴らしたのどこ？何階？あ、そこそう、そこそう。窓ガラスあんの？てめえとぼけたこと言ってんじゃねえよ。早く降りてこいよ。来いよ。窓ガラスあんの？
言葉で脅しても物や人には絶対に手を触れない。警察の追及から逃れるための鉄則である。今から戸開けよとら。せどらね戸開けちゅうよ。戸開けろや。戸開けやよ。この頃になると近所から110番通報が入るかもしれない。トリス組員たちは焦る。本当に行きますから。何が来るんだよ。もうあんだ本当に。待ってください。また1分待つけど、それは戸開こう。おい、聞こえたか？わかりました。今扉だけ開けろよ。ちょっと近所のあれなんで、ちょっと下に行ってくださいよ。お前近所のあれがあるんだから早く出てこいよ。今下行きます。こっちだってお前時間猶予かなりやってんだから。な？お前この家いられなくなるぞ本当に。早く来いよ。早く出てこいって言うんだよ今。4万の戸先開こうぜ。おい。一瞬トリス組員の顔色が変わった。警察が来たと直感したようだ。まるで動物的勘である。もう来いよ早く往生して。な、お前女房子供がかわいそうだと思わねえか？みんな周りだって見てんだからよ。なあ、早く来いよ。彼らが一番気にしていた刑事が来た。しかしどうも。ちょっと債権の取り立て。いいよ別に警察なんか関係ないんだから。何やるよ関係ないんだ。出るとこ出た方が帰っていいよ。取り立て。法に触れていない彼らは強気である。警察官の仲裁により債務者は2代目榎本組事務所へ行くことに同意した。10分も乗っちゃうから。この男は大金を身代わりした相手にさらに1億円を貸し出し、その金も戻ってこないと主張する。しかし身代わりといっても債務責任はこの男にある。東京池袋、金融業2代目榎本組はここに事務所を構える。トリス組員の役目は債務者を事務所に連れてくるだけである。おとなしに出てくれんだから、出てこいと言ったら。こいつは近所迷惑されるからみたいなおとなししたらったんや。どうなってんの？おとなしさだこら。どうなってんの？金ができる保証はどこにあるんや。組員たちは組長を待った。組長宮田勝彦はこの男に対しどのような判断を下すのであろうか。東京池袋2代目榎本組事務所。不良債務者が組員たちを相手に言い訳を続けている。なんだお前よ。お前よ、さっきもでどうすんだお前。これやろう。いや、そうやるんじゃないです。勘弁してください。すいません。そうだこれやろう、本当に。すいません。どうすんだよ、それで。そうですね。一応、今、私のあれで説明しますけど、それを境界申請してくださいと。申し訳ないけど。なんでお前競売にしなきゃなんないんだよ、俺んところがこの野郎。てめえんところでこの野郎、向こうに金を持ってってこの野郎、抹消してこいよ、この野郎。なんで俺んところで競売なんかしなきゃなんねえんだよ。うちについたあれはね、私何も知らないんですよ。知らないって言ったって知らないでお前、通んないだろっつうんだよ。それで、これ大して役に立たないと思いますけど、こんなんやねえよ。ただね、言われたんですよ。
正直と小田切さんとの関係でね、約1億ぐらいやられちゃってるんですよ。それから幾多に1500万と。俺はそんなこと関係ないだろっつうんだよ。人の再建さえも俺は関係ないだろっつうんだよ。あんたが来てだよ。そうだろ。あんただって悪徳業、お前あんなよお前の名のあるところのお前業者にいたんだから。今回本当私の店では申し訳ないんですけど、一応そういう形で私の方はやらせてもらって、それはそれで社長の方で商売になっていただいて、一応おかげることは私の方で全部やりますから、きちっと。この男、自分が金を集めて処理することで話し合いがついた。こうしたトラブルは一日何件も起こるという。他人の土地を担保に金を借り、その金をまた貸しして暴利を得る不良債務者もヤクザの世界で生きている。債務者との話し合いのついて任務を果たした組員の一人は事務所の中で入れ墨を入れていた。この堀市の入れ墨まで仕上げるには数百万円はかかるという。代金は本人負担が原則。しかし場合によっては組長が支払ってくれることもあると聞く。事務所は24時間開き続け、さまざまな組員の出来事に対応する。ところで敵屋と暴力団とはどう違うのか、宮田組長に尋ねてみることにした。敵屋と暴力団の違いだってさ、敵屋だって暴力団って世間でどこに言われてんだから同じじゃないのかな。敵屋に入ったから敵屋にね全部その売をしなきゃいけないと。じゃあバクトに入ったから全部爆調しなきゃいけないのかと。ね、白い盆を敷かなきゃいけないのかって、そんな定めは何もないわけだから。で宮田さんはこうやって池袋にね、事務所構えて食っていくためには大変ですよね、随分。でもそれは大変っつったら何の商売だって大変だよ、早い話が。ね、非合法なことは非合法なことでさ、そのためにさやっぱり懲役も行くんだろうしね、そこはその指導者によってさね、やっぱり指導者は上に立つ人間が良ければやっぱり一つの企業にしたって今のこのヤクザの組織っていうのは企業と一緒だからな、早いことがね。だからやっぱりいかにいい人材を集めて、いかにいいものをね合法非合法問わずにして、いかにみんなが食えるようにするかっていうのは、これはやっぱり上に立つ者の責任なのよね。この夜トリス組員は八王子に向かっていた。三玉は彼にとって地元であり多くの友人がいる。その友人からの情報を頼りに自分の子分を見つけようとする。この日も子分のスカウトに乗り出した。どうだ八王子のどうだ商売のどうだ。あ、いいよ、ちょっとこっち歩こうよ。それで他のさ、若いやつなんかでよ、不良やるようなやついるから。ああ、そう。でもみんな仇でやってんの。はい。商売。はい。仇の仕事やってんの。遊んでるやついないの。今みんなちゃんと仕事してる。お前の友達で少年院とかやってるやついねえの。今ですか。今入ってるやつは今入ってるやつはいないんですよ。いないの。ああ、そう。やっぱりな、厳しいからよ。だからそういうので結局甘はんからな、いい服着ていい女抱いてよ、いい車乗ってだとかよ、それだけ思ってよ来るようなやつはいらねえからな。やっぱりある程度修行はしょうがねえと思ってよ、ピシッとな、誰かいたらよ紹介してくれよ、な。別に無理によ強引に若い人になるとか俺は言わねえから。ただそういう気持ちを持ってるやつはよ、よその組織行かれるんだったらな、やっぱりよ一人でもなこっちの手元の方に置きたいしな、手元に置いてやっぱり伸びるやつはな
伸ばしてってやるでしょ。事業部ごとにちょっと若い人欲しいですよ。次々とトップクラスの不良グループと会う。まだ弟分にあたる彼らは必ず背広を着て身を正してトリスに会う。トリスは将来組を持ちたいという。確かに帰ってよ、女房と子供とよ、結局女房、まあ子供はいないけどな、女房と一緒にいて家にいたりします。宮田組長からの呼び出しであった。組長の付き人の彼はどんな場合でもすぐ舞い戻らなければならない。宮田組長は酒を飲みに行く場合でも必ず彼を呼び出す。組長はトリスを大物に育てたいという。だから全てに関して厳しく甘えは許さない。トリスたちは中に入ろうとせずひたすら外で待つ。いや自分にはちょっと入らないですね。いや修行中の身だからしょうがないですよね。やっぱ銀座だとかね、新宿なんか行くとやっぱりいろんなお客さん来るから、やっぱね、はた目から見てね、やっぱりしっかりしてる若い人がいるっていうだけでやっぱり違いますからね。だって外でずっとやってるだけとかね。そういうのやっぱり他の人間なんか同じ若い者同士は見ますからね。あそこやっぱり若い人が外でちゃんと立ってると、やっぱりしっかりしてるなって。そういうのを見比べて若い人は若い人同士ね、やっぱりそういうのを張ってますからね。変な意味じゃなくてね。組長から解放されたのは午前1時。彼らはヤクザの世界の厳しい掟の中で育ち、次々とヤクザ予備軍を集めその勢力を拡大していく。今ヤクザはその組織を会社組織に変え、法の目をかいくぐって暴利を得ようとする。合法であればたとえ警察であっても何ら手を出せないことを彼らは知り尽くしているからである。王道を歩き出したヤクザ、その勢力はとどまる心を知らない。井口さん、今解説にもあったんですけど、ただ僕がボシさんにお金借りて返せない時に、あんたがヤクザの人に頼んで取り立ててもらうっていうのはこれをやる時にはですね、これがよくあるケースなんですけど、民事ですね、お金の民事に介入する暴力だと。で民事介入暴力といって、これを頼んでですね、ヤクザが取り立てに行くと警察は出てくるわけですよ。じゃあさっきの場合は違うんですか？さっきの場合はね、実はあの人たちは金融業なんで、直接自分の債権を金本組からお金を借りてるわけ。そこでちょっとね、おまわりさん来ますね。そうすると刑事は必ずね、中にいる人に、債務者に本当にこの人たちからお金を借りたのかと聞くわけです。借りてますと。それじゃあここで話し合いしないでどっかに行けという。どっかは事務所なんだから。それだからさ、何も警察がリードしてるわけでもないわけですよ。ということは組員が言ったように別に警察が来ても平気なんだよと。それよりも何よりもですね、借りたやつもですね、実はそこからお金を借りてまたより高い小売で人に貸してるんですね。そこが焦げついたもんだから、そういうのがあるわけですよね。だけどさっきの親分の人が言ってたように、ヤクザといえどももう企業と同じだよって言ってましたけど、ああやって社員の組織みたいなの見てると今の現代の企業と同じだよね。そうですよね。だからなんとなく彼なんか見てるとまあちょっとね、少しこう話し方なんか見てる口の利き方はあれだけど、ちょっとなんか野球のスカウトみたいな感じがしたりなんかして、うちへ来ればまあねそれでいいんだからみたいな感じがして。ただ最初のたこ焼き屋の時に昔の薬剤映画なんかだと「てめえこの野郎1万円しか売られるのかバチン!」なんてなるんだけど、絶対なくないと「お前明日しっかりやれよ」っていうのは分かるけど、やっぱり人も集まらないんですか？それで組員を若いね、17、18や20歳ぐらいで、さっきのポケベルですよね、ピーッとなるとね、あれがうるさくてしょうがない、デートもできないってわけですね。休日はないんですか？
いやいや週休2日制を要求しとるんだけど親の方ではねどこもみんなそうですよねでも最近それはちょは。っと通らないんじゃないかな。私たちも週休2日制ってダメだもの。あ、そうですか。私は週休4日を要求してそういう方も何人いらっしゃいました。それではこちらをご覧ください。大橋組に入る